2013年2月23日、山梨県の警察署で逮捕されたばかりの男が手錠もなく裸足のまま署内から忽然と逃走したのだ。それから13年以上も行方がわからないままの事件よね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。今回は2013年に山梨県の草壁警察署から容疑者が逃走した事件を詳しく解説していくのだ。逮捕直後に警察署そのものから逃げ出すなんて普通では考えられない話よね。この事件では警察の管理体制の重大な不備が問われることになったのだ。手錠をかけていなかったなんてどういう管理をしていたのかしら。容疑者の宮内雄大は強盗傷害の疑いで逮捕された人物なのだが、逃走翌日以降から13年以上にわたって足取りが途絶えたままなのだ。懸賞金まで出ているのにそれでも見つからないのね。警察は7回にわたって懸賞金の延長を行い、現在も情報提供を呼びかけているのだ。これだけ長期間逃げ続けられるというのは何か理由があるはずよね。後半では僕止めたんで、なぜ13年以上もの逃走が可能だったのか、そして警察の管理体制に何が欠けていたのかについて深く考えていくのだ。証拠隠滅の可能性についても私たちなりに掘り下げていくわよ。この事件が社会に突きつけた問いは今もなお答えが出ていないのだ。逃走されてしまった被害者のことを思うと胸が痛くなるわ。ぜひ最後まで見て一緒に考えてほしいのだ。楽しんでほしいのだ。2013年2月23日、山梨県の草壁警察署から逮捕されたばかりの男が逃走し、そのまま13年以上にわたって行方をくらましているのだ。13年も逃げ続けているの？それって日本の犯罪史でもかなり異例な話よね。懸賞金は7回も延長されているのだ。それほど警察が追い続けても一度も身柄を確保できていないのだ。なぜこれだけ長く捕まらないのか、どこかに必ず答えがあるはずよね。そしてもう一つ見過ごせない事実がある。逃走した瞬間、この男には手錠がかけられていなかったのだ。手錠なしで警察署にいたの？それ自体がまず問題じゃないの？この点が警察の管理体制の根本的な不備として後に強く問われることになるのだ。今日はその全貌を一つ一つ丁寧に見ていくのだ。まず逃走した男がどんな人物だったのか教えてちょうだい。逃走した容疑者の名前は宮内雄大。当時の年齢は記録上30代とされているのだ。強盗傷害の疑いで逮捕された人物なのだ。強盗傷害、つまり人に暴力を振るって金品を奪ったということよね。そうなのだ。宮内容疑者は山梨県内で被害者を狙い、力ずくで金品を奪う手口を繰り返していたとされているのだ。被害に遭った方々のことを思うと本当に辛いわ。2013年2月23日の早朝、山梨県警は宮内容疑者を強盗傷害の疑いで逮捕し、草壁警察署へ連行したのだ。そこまでは通常の手続きね。問題はその後ということかしら。この後事態は急転するのだ。警察署内の取り調べ室、あるいは留め置き前の処理スペースで宮内容疑者は担当署員の隙をついて立ち上がったのだ。その瞬間、男の両手には手錠がかかっていなかったのだ。拘束されていない素手のまま宮内容疑者は出口に向かって走り始めたのだ。署員が止まれと叫んだが、男の足は止まらなかったのだ。廊下を駆け抜け玄関方向へと一気に距離を縮めていったのだ。署員が追いかけたが、宮内容疑者はそのまま警察署の外へと飛び出したのだ。足元を見れば靴すら履いていない裸足のままだったのだ。2月の山梨、冷え込んだアスファルトの上を裸足で走るという異様な光景がその日の警察署前で展開されたのだ。署員が外に出た時にはすでに宮内容疑者の姿は周囲の暗がりに消えていたのだ。逃走からわずか数分の出来事だったのだ。裸足のまま冬の夜に飛び出した男は翌日以降その足取りが完全に途絶えてしまったのだ。許せないわ。手錠もかけずにどうして署内でそんなことが起きたの？逃走直後、警察は周辺を緊急捜索したのだ。近隣の山道や民家の周辺、幹線道路沿いを重点的に当たったと報じられているのだ。でも結局見つからなかったということよね。そうなのだ。逃走翌日以降、宮内容疑者の目撃情報はほとんど途絶えてしまったのだ。警察の初動捜査は空振りに終わったのだ。初動でこれほど見逃してしまったのは警察側の体制に大きな問題があったとしか言えないわよ。ここで宮内容疑者が逃走前に言っていたとされる犯罪についても確認しておくのだ。強盗傷害という容疑は複数の被害を前提とするものなのだ。ということは逮捕以前にも被害を受けた人たちがいたということよね。そうなのだ。当時を知る捜査関係者によると、宮内容疑者は山梨県内で複数回にわたり被害者を物色し、接近して暴力を加えていたとされているのだ。繰り返し同じ手口で人を傷つけていたということね。最初の被害が確認された件では被害者は山梨県内に住む一般の市民だったと伝えられているのだ。日常の生活圏の中で突然被害に遭ったのだ。ごく普通の暮らしをしていた人が突然暴力にさらされたということよね。宮内容疑者は被害者に背後から近づき、まず相手の体勢を崩す形で接触したとされているのだ。抵抗を封じるように体に力を加え、
金品を要求するという手順を踏んでいたと報じられているのだ。被害者には複数の傷が確認されており、身体的な暴力を伴う手口であったことが捜査記録から明らかになっているのだ。力ずくで人を傷つけておいて、その後も平然と繰り返していたということよね。2件目以降の手口で前の件と違ったのは、犯行時間帯がより人目につきにくい深夜から早朝に移行していた点だったのだ。手口を変えながら継続していたということは、捜査の動向を意識していた可能性もあるわよね。その通りなのだ。複数件の犯行にわたって逮捕を免れてきたという事実は、宮内容疑者がある程度周囲の状況を観察していた可能性を示しているのだ。それでも最終的には逮捕されたわけだから、どこかで足がついたということよね。2013年2月、ついに警察は宮内容疑者を強盗傷害の疑いで逮捕したのだ。しかしその直後に前述の逃走劇が起きてしまったのだ。せっかく逮捕したのに、管理の甘さで取り逃がしてしまったということよね。許せないわよ。逃走直後の捜査では、山梨県警が近隣市町村の警察署とも連携して広域捜索を展開したと伝えられているのだ。それでも見つからなかった理由はどこにあるのかしら。逃走から数日が経過しても有力な手がかりが得られず、捜査は一旦膠着状態に陥ったのだ。宮内容疑者が潜伏した場所についても全く特定できなかったのだ。裸足で真冬に逃げ出した人間が警察の目をかいくぐって数日どころか何年も逃げ続けられるものなの？そこに証拠隠滅の可能性が絡んでくるのだ。宮内容疑者が逃走後に何らかの協力者を得た、あるいは自身の痕跡を巧妙に消し続けた可能性が指摘されているのだ。協力者がいたとしたら単純な個人逃走ではなくなってくるわよね。逃走翌日以降に寄せられた目撃情報は散発的なものにとどまり、いずれも確認に至らなかったと報じられているのだ。足取りが途絶えるのは早すぎるわ。それ自体が不自然よね。山梨県警はその後も継続的に情報提供を呼びかけ、懸賞金制度を活用して広く市民に協力を求めてきたのだ。懸賞金が7回も延長されているということは、それだけ捜査が行き詰まり続けているということよね。2025年時点でも情報は年間45件程度寄せられているが、いずれも有力な手がかりには結びついていないと報じられているのだ。被害者の方々はこれだけの時間が経っても決着が見えないまま待ち続けているということよね。捜査関係者によると、宮内容疑者には特徴的な内股歩きがあり、その歩き方が重要な識別情報として周知されているのだ。外見上の特徴が残っているのなら、見かけた人がいれば気づけるはずよね。それでも13年以上捕まっていないのだ。この事実がこの事件の異常さを何よりも物語っているのだ。では、宮内容疑者が逮捕される直前に起こした最後の犯行について詳しく話していくのだ。逮捕の直前にも事件を起こしていたの？そうなのだ。2013年2月、宮内容疑者は山梨県内のコンビニエンスストアで強盗傷害事件を起こしたとされているのだ。夜間の人通りが少ない時間帯を狙った犯行だったのだ。夜の時間帯を選んでいたということは計画的だったということよね。店内には店員が一人でいたのだ。宮内容疑者はその状況を確認した上で行動に移ったと伝えられているのだ。たった一人で仕事をしていたところを狙われたのね。この後、事態は急転するのだ。宮内容疑者は店内に入ると、まず周囲を素早く見渡して他の客がいないことを確認したのだ。次にカウンター越しに店員へと近づき、低い声で金を要求したのだ。店員は一瞬何が起きているか理解できず、その場で立ちすくんだと伝えられているのだ。宮内容疑者は要求が即座に通らないと見ると、持っていた刃物を取り出し、カウンター越しに店員へと突きつけたのだ。店員は後退しようとしたが、背後はすでにレジと棚に挟まれており、逃げ場を失っていたのだ。刃物は店員の腕をかすね、傷を負わせた。店員は痛みと恐怖から声を上げたが、深夜の店内にその声を拾う者はいなかったのだ。宮内容疑者はレジから現金を奪い取ると、来た方向へと走り去ったのだ。外は冷えた夜の空気で、足音だけが駐車場に響いたのだ。店員はしばらく震えたまま動けなかったが、やがて通報ボタンに手を伸ばしたのだ。その指には血がにじんでいたと伝えられているのだ。たった一人で夜中に働いていた人をこんな目に遭わせるなんて本当に許せないわ。この事件の通報を受けた警察は翌朝までに宮内容疑者を割り出し、2013年2月23日に逮捕したのだ。そんなに早く特定できたのね。過去の手口や目撃情報、防犯カメラの映像が重なって身元が浮かんだと見られているのだ。逮捕されたのは日下部警察署、現在の山梨市に置かれた署だったのだ。逮捕場所が日下部警察署ということは、その署内で逃走が起きたということよね。そうなのだ。逮捕当日、署内での取り調べの合間に宮内容疑者は隙をついて逃走したのだ。この時驚くべきことに、手錠はかけられていなかったと報じられているのだ。手錠なし？
逮捕された容疑者なのに、なぜそんなことが許されていたの？警察の内部規定では移送や取り調べの状況によって手錠の着脱が行われる場合があるが、この判断が結果として致命的な隙を生んだのだ。管理がずさんすぎるわよ。その一瞬の判断ミスが13年以上の逃亡を生んだということでしょう。宮内容疑者はさらに裸足のまま署の外へ飛び出したのだ。靴を履く余裕もないほど素早く動いたとも、あえて軽装で逃げやすくしたとも見られているのだ。裸足で逃げ出すなんて、それほど必死だったということかしら。それとも冷静に動いていたということ？ 2 月の山梨の夜はまだ冷え込みが厳しい時期なのだ。裸足で走り出す選択は状況に追い詰められたものの行動とも、逃走を一瞬で決断したものの行動とも読めるのだ。いずれにせよ、その後13年間も逃げ続けるとは誰も思わなかったでしょうね。逃走翌日以降、宮内容疑者の足取りは完全に途絶えたのだ。警察は周辺の山中、交通機関の記録、宿泊施設への聞き込みを徹底したが、手がかりはつかめなかったのだ。裸足のまま2月の山梨で逃げ続けるなんて、どこかに協力者がいたと考えるのが自然じゃないかしら。その点は非常に重要なのだ。逃走から数時間以内に靴や衣類、食料を確保できなければ、真冬の夜間に生き延びることは困難なのだ。ということは、誰かが意図的に助けていた可能性があるということよね。捜査当局も当初から接触者、協力者の有無を調べていたのだ。ただし証拠隠滅の形跡が疑われており、宮内容疑者の逃走を助けた者が情報を隠している可能性も排除されていないのだ。証拠隠滅まで絡んでいるとしたら、一人で逃げていたわけではないということよね。警察はその後、懸賞金制度を活用して市民からの情報提供を呼びかけているのだ。この懸賞金は7回にわたって延長が繰り返されており、捜査への強い意志を示しているのだ。7回も延長しているということは、それだけ追い続けているということよね。2025年の段階で年間45件の情報提供が寄せられているが、いずれも有力な手がかりには結びついていないのだ。13年間での別数100件に及ぶ情報が集まりながら、未だ所在はつかめていないのだ。これだけ多くの人が気にかけているのに、それでも見つからないというのは本当に不思議ね。この事件では逮捕時に証拠となるべき物品の管理状況や逃走を許した署内の状況が詳しく公開されていないのだ。証拠隠滅フラグが立てられている背景の一つなのだ。警察側が自分たちの失態に関する情報を積極的に出していないということ？少なくとも逃走当日の署内の詳細な状況、宮内容疑者の動線、担当警察官の配置については現在も十分な情報が開示されていないと伝えられているのだ。それは市民にとっても被害者にとっても納得できない話よね。強盗傷害事件で逮捕された容疑者が逃走したという事実は重く、山梨県警は管理体制の見直しを迫られたのだ。しかし具体的にどのような改善が行われたかは外部に詳細が明かされていないのだ。被害者の方は今も結果を待っているのに、説明責任が果たされていないということよね。宮内容疑者の指名手配は現在も継続中なのだ。日本の強盗傷害罪の控訴時効は従来10年だったが、法改正により特定の重大事件では時効が延長、停止される仕組みが整ったのだ。つまり逃げ続けても時効で助かるとは限らないということね。そうなのだ。宮内容疑者の件では逃走中も時効が進行しないとされる法的根拠があり、現在も有効な容疑者として追われ続けているのだ。逃げれば逃げるほど罪が重くなる可能性もあるということかしら。逃走そのものが別の罪に問われる可能性がある上、逃亡中に新たな犯罪を犯せばさらに罪状が積み重なるのだ。逃げ続けることにメリットはほぼないのだ。それでも13年間逃げ続けているということは、この事件の謎の深さを表しているわ。警察は街頭での呼びかけ活動も続けており、宮内容疑者の特徴的な内股歩きのビジュアルを使ったポスターや映像を各地で配布しているのだ。一般市民の目が最後の鍵になるということよね。この事件の裁判は宮内容疑者が逃走したことで正式な判決には至っていないのだ。逮捕、起訴、判決というプロセスが逃走によって断ち切られた形なのだ。被害者の方にとっては、加害者が裁かれることなく今も逃げているという状況が続いているのね。強盗傷害で傷を負わされた被害者は法廷で証言する機会も判決を聞く機会もまだ与えられていないのだ。それがこの事件のもう一つの深刻な側面なのだ。13年間ずっとその状態に置かれているなんてあまりにもひどいわよ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず注目したいのは宮内容疑者が逃走した際の状況なのだ。手錠もなく裸足のまま警察署を飛び出したという事実が全ての出発点なのだ。裸足で、しかも手錠なしで逃げられたなんてどういう管理状態だったのかしら。その点は後で詳しく話すとして、まず犯人プロファイリングから始めたいのだ。宮内容疑者がどういう人物なのかを残された事実から整理してみるのだ。13年間も逃げ続けているわけだから、相当な生存能力がある人物ということよね。そこなのだ。裸足で逃げ出して翌日以降から足取りが完全に途絶えているというのは普
通の人間には難しいことだと思うのだ。確かに裸足で冬の2月に逃げ出してそれだけで相当な精神力と体力が必要よね。2013年2月23日は山梨の気温を考えると非常に過酷な環境だったのだ。それでも捕まらずに逃げ続けたということは事前に何らかの逃走計画があった可能性があると思うのだ。逮捕される前から逃走を考えていたということ？僕はそう思うのだ。逮捕直後に即座に逃げられたということは警察署の構造や警備の弱点を素早く見抜く観察力があったか、あるいは以前から似たような状況を経験していたかのどちらかなのだ。強盗傷害という犯罪歴からしても衝動的というより計算高い面があった可能性はあるわね。次に13年間も逃げ続けていることに注目するのだ。懸賞金が7回も延長されてもなお捕まっていないということは社会の中に完全に溶け込む能力を持っていると思うのだ。住居不定のまま一つの場所に長くとどまらずに移動しながら生きているのかしら。その可能性が高いのだ。日雇い労働や農作業など身元確認が緩やかな仕事を転々としながら生活費を稼いでいるという見方ができると思うのだ。名前を変えたり別人として生活しているということも考えられるわよね。僕もそう思うのだ。特徴的とされている内股歩きを意識的に隠している可能性もあるのだ。人間は意識すれば歩き方をある程度変えられるからなのだ。でも13年間ずっとそれを続けるのは精神的にも相当きついわよね。そうなのだ。常に身元がバレることを恐れながら生活するというのは並大抵のストレスではないのだ。それでも逃げ続けているということは捕まった時のリスクをそれだけ大きく見積もっているということなのだと思うのだ。強盗傷害という罪の重さを自覚しているからこそ捕まることへの恐怖が逃走の原動力になっているのかもしれないわね。その点からすると宮内容疑者は感情的衝動的なタイプよりもリスク計算ができる現実的な思考の持ち主だという見方ができると思うのだ。確かに衝動的な人物なら13年も逃げ続けることはできないわ。一方で僕が気になるのは逃走直後の行動なのだ。裸足で飛び出した翌日以降に足取りが消えているということは逃走後すぐに誰かの助けを得た可能性があると思うのだ。助けた人物がいるということ？それは証拠隠滅にも関わる話で。そうなのだ。裸足のまま所持金もほぼない状態で山梨の2月を単独で乗り越えるのは極めて難しいのだ。衣服、食料、移動手段、そのどれかを提供した人物がいた可能性が高いと思うのだ。もしそうならその協力者も逃走を幇助したことになるわよね。法的にはそうなのだ。ただ協力者が宮内容疑者の逃亡者としての素性を知らずに助けた場合はまた話が変わってくるのだ。巧みに素性を隠して普通の困っている人として助けを求めた可能性もあるわね。僕はその可能性が高いと思うのだ。人を騙して助けを引き出すだけの話術があるとすれば犯人像としては口がうまく初対面の人間の信頼を得るのが得意なタイプということになるのだ。強盗傷害という犯罪の手口とそういう対人能力が組み合わさるというのはある種の危険なパターンよね。次に地理的な観点から考えてみるのだ。山梨県から逃げ出した宮内容疑者が13年間どこにいるかについて僕は山梨近隣の中部関東地方を転々としているという見方をしているのだ。それはなぜ？遠くに行った方が安全じゃないかしら。遠くに行くほど移動のリスクが高まるのだ。新幹線や飛行機は身元確認がある。車の運転には免許が必要で検問に引っかかる可能性もあるのだ。徒歩や自転車で移動できる範囲に潜伏している方が捕まるリスクが低いと思うのだ。でも13年以上経てば移動範囲が広がっている可能性もあるわよね。確かにそうなのだ。時間が経つほど手配写真と現在の顔が一致しにくくなる。そのタイミングで移動範囲を広げたという可能性もあると思うのだ。年齢も重ねているわけだから容貌の変化で身元がバレにくくなっているという計算もあるかもしれないわ。ここで整理すると僕が考える宮内容疑者の犯人像はこうなのだ。冷静なリスク計算ができる対人能力が高い状況適応力に優れた人物ということなのだ。衝動的な犯罪者というよりはしたたかに生き延びることを最優先にしてきた人間というイメージね。だからこそ13年間捕まっていないのだと思うのだ。懸賞金情報が7回延長されても手がかりが出ないという現実がその能力の高さを裏付けているのだ。でもどれだけ賢く逃げていてもそれは被害者への償いを13年間拒否し続けているということよね。その通りなのだ。適応力や生存能力の高さは同時に被害者から正義を奪い続ける力にもなっているのだ。それがこの事件の最も許しがたい側面だと思うのだ。被害者の方はずっとその不条理と向き合い続けているのね。僕はやっぱり宮内容疑者は計画性と適応力を兼ね備えた極めて慎重な逃亡者だと思うのだ。だからこそ捜査の網をくぐり続けているのだと断言するのだ。私も同じ見方をしているわ。ただ13年という時間は人を変える。どこかで油断が生まれる可能性もまだ残っていると思うわよ。次に宮内容疑者がなぜ一件で止まらなかったのかその心理を考えてみたいのだ。逃走そのものが連続する
犯罪行為として積み重なっていったということよね。そうなのだ。最初の強盗傷害という犯行があり、その後に警察署からの逃走という第二の決断があったのだ。2つの行動を重ねたことで彼の止まれない構造が生まれたと思うのだ。1件目の強盗傷害で止まれなかった理由は何かしら、衝動だったのか計画だったのか。僕が注目するのは逮捕された後にも逃走を選んだという点なのだ。通常逮捕された時点で多くの人は観念するのだ。それでも逃げたということは罪の重さを理解した上で逃げ続けることを選んだという強い意志があったと思うのだ。つまり衝動ではなく計算の上での連続した選択ということね。そうなのだ。僕は成功体験の積み重ねという観点から考えるのだ。逮捕前の強盗傷害で検挙を免れた期間があったとすれば、そこでうまくやれるという自信が育っていた可能性があるのだ。成功体験が次の行動への心理的なハードルを下げるということね。その通りなのだ。そして警察署からの逃走というより大胆な行動につながったのだと思うのだ。逃げ切った実績が次の逃亡への自信を生む、その連鎖なのだ。でも欲求のエスカレートという見方もできないかしら。恐怖から逃げているのか、それとも逃げること自体に慣れてしまったのか。メタンの言う通り、13年という歳月を考えると、最初は恐怖だったものが逃げることが日常になっていった可能性があるのだ。それ自体が一種のエスカレートなのだと思うのだ。逃亡生活を続けるうちにもう戻れないという感覚が強化されていったのかもしれないわ。裸足で逃げたという事実も重要なのだ。あの瞬間彼は準備なしに行動を起こしたのだ。しかし13年逃げ続けたということは、その場その場で環境に適応していった証拠なのだ。衝動から始まって時間をかけて生存戦略として洗練されていったということね。僕はそう見るのだ。1件目で止まれなかったのは罪への好奇愛を避け続けた結果、逃げることが唯一の選択肢になってしまったからだと思うのだ。欲求のエスカレートというより選択肢の閉塞化といった方が正確かもしれないわね。なるほど、それは鋭い見方なのだ。逃げることをやめた瞬間に全てが崩れると理解しているからこそ止まれない構造が生まれているのだと思うのだ。結局最初の一歩が取り返しのつかない分岐点になったということよね。僕はやっぱり宮内容疑者が止まれなかった根本は、逃げることに成功した最初の体験が彼の行動原理を書き換えたことにあると思うのだ。私も同じ見方をしているわ。ただそれを許し続けた社会と捜査の側にも問題があると思うわよ。そこが次に考えたいことなのだ。13年間なぜ捜査は宮内容疑者を捕まえられなかったのか、その構造的な問題を掘り下げたいのだ。13年よ。これだけの時間が経っても逮捕できていないというのは捜査に明らかな盲点があったとしか思えないわ。まず最も根本的な問題は逮捕時に手錠をかけていなかったという点なのだ。強盗傷害という重大犯罪の容疑者に対しなぜ拘束を徹底しなかったのかが最初の疑問なのだ。そこが全ての始まりだったのよね。どうしてそんな初歩的なことができていなかったのかしら。警察署という施設の中でさえ逃走を許したという事実は管理体制の根本的な欠陥を示しているのだ。署内の構造、人員配置、監視体制のどこかに大きな穴があったはずなのだ。逃走後の初動についてはどう思うの？逃走翌日以降から足取りが途絶えたとされているのだ。これは初動捜査で包囲網を形成できなかったことを意味しているのだ。裸足で逃げた人物が一夜にして追跡困難になったという事実は初動の遅れや範囲設定の甘さを示していると思うのだ。裸足で逃げた人間は翌日には消えてしまうというのは捜査の対応速度に問題があったということよね。そうなのだ。さらに2025年時点で年間45件という情報提供数にも注目したいのだ。情報は来ているのに有力な手がかりが得られないというのは情報の精査や現場確認の連携に課題があった可能性があるのだ。情報があっても動けない、あるいは動き方が足りなかったということかしら。僕はそう見ているのだ。懸賞金を7回延長し続けているという事実も捜査が実質的に市民頼みになっていることを示しているのだ。組織的な追跡力が十分に機能していないと言わざるを得ないのだ。懸賞金を延長し続けることが捜査の限界を正直に示してしまっているわよね。また住居不詳、自称無職という属性を持つ人物の追跡は住民登録や社会保険などの記録から捜索する通常の手法が通じないという問題もあるのだ。社会的な記録から切り離された人物を追う仕組みが日本の捜査体制には十分に整っていないと思うのだ。身元を固定する記録を持たない人間の追跡は捜査の構造上の弱点をつくことになるわよね。さらに13年という時間の中で担当捜査員の交代が繰り返されているはずなのだ。引き継ぎの中で情報の温度感や細部の記憶が失われていった可能性も否定できないのだ。組織の中で事件の記憶が薄れていく、それも一つの構造的な問題ね。そしてこの事件が私たちに突きつけているのは逃走を許した瞬間から捜査側が後手に回る構造に入ってしまうという問題なのだ。
最初の管理ミスが13年分の捜査の困難を生み出したのだと思うのだ。予防できたはずの失敗が被害者に13年間の不条理を強い続けているということよ。本当に許せないわ。証拠隠滅という観点からも考えたいのだ。13年間逃げ続ける中で宮内容疑者は自分の痕跡を意図的に消し続けていると見るべきなのだ。名前を変えたか、外見を変えたか、あるいは現金だけで生活しているか、そうした行動が証拠の蓄積を妨げているはずなのだ。13年間記録を残さない生き方をし続けてきたということで、それ自体が継続的な証拠隠滅とも言えるわ。そうなのだ。逃亡そのものが証拠隠滅の連続であり、その巧みさが捜査の盲点を拡大し続けているのだ。捜査側にとっては新しい証拠が生まれないまま時間だけが過ぎていく状況なのだと思うのだ。被害者の方にとってはその時間の1秒1秒が解決されない苦しみとして積み重なっているのよね。僕はやっぱりこの事件の最大の構造問題は逮捕時の管理ミスにあり、そこから始まった捜査の後手に回る連鎖が13年間を生み出したと断言するのだ。そしてそれを防ぐための制度的な見直しが今もできていないことが最も深刻な問題だと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。ただ制度の問題だけじゃなく、逃げ続けている人間を社会が見逃し続けているという現実も私たちが直視しなければいけないと思うわよ。というわけで今回は2013年に山梨県の警察署から逃走した宮内雄大容疑者が13年間にわたって逃げ続けているという事件を解説したのだ。どうだったメタン？逮捕時の手錠なし、裸足という初歩的な管理ミスが13年という途方もない逃亡劇を生んでしまったということが改めて衝撃だったわ。仮説パートで話したように、制度の穴と社会の見逃しが重なり続けているという構造が本当に恐ろしいと思ったわ。そして僕が忘れてはいけないと思うのは、この逃亡の始まりには強盗傷害の被害者がいるということなのだ。その方が今もなお犯人が野放しのまま生きていかなければならない現実に胸が締め付けられるのだ。13年間解決を待ち続けている被害者の方に一日も早く正義が届いてほしいわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。